マフティー・ドーラン、ラプラスの箱が開いた後、世界はなぜ変わらなかったのか。第1章、宇宙世紀105年、後にマフティー・ドーランと呼ばれる一連の事件は、地球連邦政府の支配が、いよいよ末期的な硬直を見せ始めた時代に起きた。一年戦争から、すでに四半世紀以上が過ぎていた。ジオン公国は滅び、ザビ家の野望も、過去のものとなった。シャア・アズナブルによるアクシズ落としも失敗し、ラプラスの箱は開かれた。それでも世界は変わらなかった。宇宙に移された人々の不満は消えなかった。地球に残った特権階級は地球を手放さなかった。連邦政府は巨大な官僚機構として生き延び、腐敗しながらも自らの支配を維持し続けた。ラプラスの箱は人類に別の未来があり得たことを示した。宇宙移民にも政治参加の可能性があったという。連邦政府にとって不都合な真実を暴いた。だが、真実が明かされたからといって、制度が崩れるわけではなかった。権力は沈黙し、時間が過ぎるのを待った。民衆は怒り、やがて疲れた。希望は歴史の中で少しずつ薄められていった。その沈黙の後に現れたのが、マフティーである。反地球連邦政府運動。マフティー。彼らは連邦政府高官を次々と狙い、地球に居座る特権階級を粛清すると宣言した。その指導者の名はマフティー、ナビール、エリン。だが、その名は仮面に過ぎなかった。仮面の下にいたのは、ハサウェイ、ノア、地球連邦軍の英雄、ブライト、ノアの息子であった。この事実こそ、マフティー・ドーランを単なる反政府事件ではなく、宇宙世紀そのものの悲劇に変えた。連邦を守り続けた父、連邦を倒そうとした息子。その親子の断絶の中に、宇宙世紀105年の矛盾が凝縮されていた。第2章、地球は誰のものだったのか。マフティー・ドーランの根にあったのは、地球に住む権利をめぐる問題だった。宇宙世紀の始まりに、人類は地球から宇宙へ進出した。それは輝かしい進歩として語られた。だが、その実態は必ずしも理想的な移民ではなかった。多くの人々は地球環境の保護、人口問題の解決、社会秩序の維持という名目でスペースコロニーへと移された。一方で地球には連邦政府の高官、官僚、富裕層、そして地球居住を許された一部の人々が残り続けた。地球は人類全体の故郷であるはずだった。しかし、いつしかそれは許可された者だけが住める場所になった。この時代、地球に不法滞在する人々を取り締まる存在がいた。彼らはマンハンターと呼ばれた。名目上、彼らは地球環境を守るため、不法居住者を摘発し、宇宙へ送還する任務を負っていた。だが、実際に行われていたのは、人間の選別であった。地球にいて良いもの、地球から追い出されるもの、その線引きを国家が力で行っていた。家族を持ち、仕事を持ち、そこに生活を築いていた者たちでさえ、居住権がなければ連行された。地球は故郷ではなく、資格を持つ者だけに許された特権となっていた。この現実がマフティーの怒りを支えていた。彼らはただ連邦政府が嫌いだったのではない。地球を守るという美しい言葉のもとで、地球を特権階級が独占していることに怒っていた。環境保護を語る者たちが地球に居座る。宇宙移民を語る者たちが自分たちは宇宙へ行かない。連邦政府は人類の未来を語りながら、その実、自らの地位を守っていた。マフティー・ドーランは、この矛盾から生まれた。第3章、ハサウェイ、ノアの傷。ハサウェイ、ノアは、初めから革命家だったわけではない。彼はブライト、ノアの息子として生まれた。ブライトは、一年戦争以来、連邦軍の中で、数々の戦場を生き抜いた人物である。ホワイトベースの艦長として、アムロレイたちを率い、後の時代にも、戦乱のたびに、前線へ立った。連邦という巨大な組織の矛盾を知りながら、それでも軍人として責任を果たし続けた男だった。その息子であるハサウェイは、本来なら体制のそばにいる人間だった。だが、少年時代の彼は、第二次ネオジオン構想に巻き込まれる。そこで彼は、クエスパラヤという少女と出会った。クエスは、時代に傷つけられた少女だった。鋭すぎる感受性を持ち、孤独を抱え、シャア・アズナブルに惹かれていった。ハサウェイは、彼女を救おうとした。しかし救えなかった。戦場は、少年の願いを踏みにじった。クエスは死に、ハサウェイの中には、喪失と罪悪感だけが残った。この傷は、彼の人生から消えなかった。ハサウェイは、シャアの思想にも触れていた。人類は地球にしがみつくべきではない。
地球を休ませるため、人は宇宙へ出なければならない。地球に残る特権階級こそ、人類の進化を妨げている。だが、ハサウェイは、シャープほど冷酷にはなれなかった。彼の中には、アムロレイが信じた人間への希望も残っていた。人は変われるのではないか。対話によって未来は開けるのではないか。人類はまだ破滅以外の道を選べるのではないか。この二つの思想がハサウェイの中で衝突していた。シャアの怒り、アムロの希望、そしてクエスを救えなかった記憶、マフティー、ナビーユ、エリンという名は、その全てを抱えきれなくなった青年が、自分自身を歴史の役割へと押し込めるために選んだ仮面だった。第4章、マフティーという名。マフティーは民衆の怒りを代弁する組織として現れた。彼らは地球連邦政府の腐敗を告発し、特権階級化した閣僚たちを暗殺した。その行動は過激であり、明確に暴力を伴っていた。だが、当時の社会において、マフティーの名は一定の支持を集めた。それは連邦政府に対する不満が、すでに広く存在していたからである。多くの人々は連邦を信じていなかった。改革を待っても何も変わらない。選挙や議会や官僚制は特権階級のためにしか動かない。そうした諦めがマフティーへの共感を生んだ。しかし、マフティーは自然発生した民衆運動ではなかった。彼らは軍事力を持っていた。最新鋭のモビルスーツを持っていた。偽装貨物船を使い、情報網を持ち、資金もあった。そして、その背後には、クワックサルバーと呼ばれる謎の支援者がいた。クワックサルバーは、ハサウェイの理想に共鳴した支援者だったのか、それとも若き革命家を利用した政治的な黒幕だったのか、その正体は曖昧なまま残されている。だが、一つだけ確かなことがある。ハサウェイは自分の意思でマフティーになった。同時に彼は大人たちの政治に担がれた存在でもあった。若者の怒りはいつの時代も利用される。理想を持つ者ほど、権力の周辺にいる者たちにとって、都合のいい旗印になる。マフティーという名は、ハサウェイの思想であると同時に、彼自身を飲み込む歴史の装置でもあった。第5章、ハウンゼン356便、マフティー動乱の表舞台は、一機の旅客シャトルから始まる。ハウンゼン356便、地球へ降下するこの便には、連邦政府の高官や関係者が乗っていた。その中に、ハサウェイ・ノアもいた。表向きは、植物観察官候補として、地球へ向かう青年。しかし実際には、マフティーの指導者として、次の作戦へ向かう途上だった。このシャトルで、ハサウェイは二人の人物と出会う。一人は、ケネス・スレック、連邦軍の軍人であり、後に、マフティー討伐を指揮する男である。もう一人は、ギリアンダルシア、若く、美しく、謎めいた少女。彼女は、軍人でも政治家でもなかったが、人の本質を見抜くような不思議な感覚を持っていた。この三人の出会いは、後の動乱の縮図だった。ハサウェイは、体制を壊そうとする者。ケネスは、体制の側から反乱を処理しようとする者。ギギは、その二人の間に立ち、彼らの仮面を剥がしていく者。ハウンゼン356便は、偽マフティーを名乗るハイジャック犯に襲われる。この事件は象徴的だった。本物のマフティーであるハサウェイが、偽物のマフティーに遭遇する。マフティーという名は、すでに社会の中で一人歩きを始めていた。名は、思想を離れ、恐怖になり、便利な仮面になる。誰かがマフティーを名乗れば、そこに政治的な意味が生まれる。本物か偽物かは、もはや人々にとって大きな違いではなかった。動乱とはそういうものである。一つの思想が広がるとき、それは必ず模倣され、歪められ、利用される。第6章、ギリアンダルシア。ギリアンダルシアは、マフティー動乱の中で奇妙な位置を占めている。彼女は軍を動かしたわけではない。政治的な決断を下したわけでもない。それでも、ハサウェイとケネスの運命に深く関わった。ギギは、ハサウェイの内側にあるものを見抜いた。彼がただの青年ではないこと、何かを隠していること、その理想の奥に深い傷と迷いがあること。ハサウェイにとって、ギギはクエスの記憶を呼び起こす存在だった。かつて救えなかった少女、戦争の中で失った少女、自分の罪と無力さを刻みつけた少女。ギギはクエスではない。だが、ハサウェイの心は、彼女の中に過去の幻影を見た。そのため、ハサウェイは揺らぐ。マフティーとしては、冷徹でなければならない。作戦を進め、連邦高官を撃ち、歴史を動かさなければならない。しかしギギの前では、彼はマフティーである前に、ハサウェイ、ノアへ戻ってしまう。傷ついた青年、父の名を背負った息子。
過去に縛られたまま大人になった少年、ギギは彼を救ったのではない。むしろ隠していた弱さを照らした。その光は優しくもあり、残酷でもあった。第7章、ケネス・スレッグ。ケネス・スレッグは連邦軍の側にいた。だが、彼を単なる体制の犬と見ることはできない。ケネスは有能な軍人であり、現実を読む力を持っていた。人間を見る目もあり、ハサウェイに対しても、早い段階からただならぬものを感じ取っていた。ケネスは腐敗した連邦政府の完全な擁護者ではなかった。しかし彼は、体制の中で現実を動かす人間だった。両者は対立していた。だが、そこに単純な善悪はない。ハサウェイには理想があった。しかし、その手段は暗殺とテロだった。ケネスは体制側にいた。しかし彼には人間としての情も判断力もあった。この二人の関係はマフティー・ドーランの悲劇を深めている。もしケネスがただの悪役であれば、ハサウェイの敗北は分かりやすい物語になった。だが、実際にはハサウェイを追い詰めたのは冷酷な悪人ではなく、現実を理解した有能な大人だった。第8章、ダバオの夜、地球へ降りたハサウェイは、マフティーとして作戦を進めていく。その舞台の一つとなったのが、ダバオだった。マフティーは連邦政府の閣僚や高官を狙った襲撃を実行する。彼らにとって、それは腐敗した権力者への粛清だった。だが、都市で行われる戦闘は、理念だけでは終わらない。モビルスーツが動けば、街が壊れる。爆発が起これば、民間人が逃げ惑う。高官を狙った攻撃であっても、その周囲には何の罪もない人々がいる。ダバオの夜は、マフティーの矛盾をあらわにした。彼らは民衆のために戦うと言った。しかし、その戦いは民衆を巻き込んだ。彼らは連邦の暴力を批判した。しかし、自らも暴力を使った。ここにマフティー・ドーランの苦さがある。マフティーの怒りは理解できる。連邦政府の腐敗は明らかだった。地球居住権の独占も、マンハンターによる人狩りも、正義とは呼べない。それでもなお、暗殺と市街戦によって、世界を変えようとすることは、別の暴力を生む。第9章、空を飛ぶガンダム。マフティー・ドーランの軍事的象徴となったのが、クシーガンダムである。ハサウェイが登場したこの機体は、従来の地上用モビルスーツとは異なる存在だった。巨大な機体でありながら、大気圏内を高速で飛行することができる。それは地上戦の常識を変える兵器だった。対する連邦側には、ペーネロペーがあった。クシーガンダムとペーネロペー。この2機は地上の空をモビルスーツの戦場へ変えた。かつてモビルスーツは宇宙戦争の主役として現れた。一年戦争でザクが艦隊戦の常識を壊し、ガンダムが戦場の象徴となった。しかし宇宙世紀105年にはモビルスーツはさらに別の段階へ進んでいた。重力に縛られた地上でさえ巨大な機動兵器が空を制する時代になっていた。だが、ここにも皮肉があった。マフティーは反連邦を掲げていた。腐敗した体制を倒そうとしていた。しかし、そのマフティーが使うクシーガンダムもまた、巨大な軍事産業と技術網なしには存在し得ない兵器だった。体制を壊そうとする者が、体制の生んだ兵器に乗る。それは宇宙世紀の矛盾そのものだった。戦争を終わらせるために、戦争の技術を使う。腐敗を打つために、腐敗した構造から生まれた力を借りる。その時点で、マフティーの理想は、すでに汚れていたのかもしれない。クシーガンダムは、ハサウェイの翼だった。同時に、彼が現実から逃れられないことを示す鎖でもあった。第10章、アデレード会議。マフティーが最終的に狙ったのは、アデレード会議だった。それは、地球連邦政府の重要会議であり、地球居住に関する重大な方針が扱われようとしていた。連邦政府が認めた者だけが地球に住む。それ以外のものは地球から排除される。もしこの方針が制度としてさらに強化されれば、地球は完全に特権階級のものになる。マンハンターによる摘発も、より強固な正当性を得る。マフティーにとって、アデレード会議は見過ごせない標的だった。これは単なる暗殺計画ではない。地球の所有権をめぐる政治的衝突だった。地球は連邦政府のものなのか、地球は特権階級のものなのか、それとも人類全体の故郷なのか。アデレード会議は、この問いが最も鋭く問われた場所だった。ハサウェイは、ここで連邦の中枢を叩こうとした。そして、ケネスは、それを読んでいた。ケネス率いるキル系部隊は、
マフティーを迎え撃つための罠を張る。理想は現実に待ち伏せされていた。第11章、偽りのマフティーたち。マフティー動乱の時代、マフティーの名は本物だけのものではなくなっていた。偽マフティー、マフティーを名乗る別組織、反連邦を掲げる便乗勢力。オエンベリでは、マフティー第一軍を名乗る勢力まで現れた。彼らは、ハサウェイたち本来のマフティーとは、別の存在でありながら、同じ名を使った。これは、動乱の拡大を示していた。一つの名が社会に広がるとき、その名は、もはや創始者だけのものではなくなる。理念は模倣され、歪められ、時には利用される。マフティーという名もそうだった。誰かにとっては希望。誰かにとっては恐怖。誰かにとっては、自分の暴力を正当化するための旗。この混乱は、連邦政府にとって都合が良かった。反連邦運動が過激化し、偽物が現れれば現れるほど、連邦は弾圧を正当化できる。治安維持の名のもとに、さらに力を強めることができる。反乱は体制を揺るがす。だが同時に、体制に反撃の口実を与える。マフティー動乱は、まさにその罠にはまり込んでいった。第12章、罠。アデレードをめぐる最終局面で、ハサウェイは、クシーガンダムに乗り、出撃する。彼は、連邦の会議を襲い、地球居住権を独占する制度を止めようとした。だが、ケネスは彼を待っていた。キル系部隊は、マフティーの動きを読み、罠を準備していた。ハサウェイは、歴史の中に張られた罠に落ちた。クシーガンダムは兄弟だった。ハサウェイもまた、ただの若者ではなかった。しかし、強い期待と強い意志だけでは、国家機構を打ち破ることはできなかった。国家は待つことができる。情報を集めることができる。罠を張ることができる。そして、反乱者が一度失敗した瞬間、その存在を完全に処理することができる。ハサウェイは捕らえられた。ここで、この物語は、英雄譚ではなくなる。ガンダムに乗った青年が、最後に勝利して、世界を変える話ではない。世界を変えようとした青年が、世界の仕組みに押しつぶされる話である。第13章、処刑。捕らえられたハサウェイ、ノアは処刑される。彼は戦場で散ったのではない。国家によって裁かれ、排除された。連邦政府にとって、マフティーは単なる犯罪組織ではなかった。それは危険な象徴だった。しかも、その指導者がブライト、ノアの息子であったことは、連邦にとってあまりにも不都合だった。連邦軍の英雄の息子が、反連邦運動の指導者だった。この事実は、連邦の正当性を傷つける。だからこそ、ハサウェイは早急に処理されなければならなかった。ケネスは、ハサウェイの正体を知る。そして、後任として、ブライトが関わる可能性を知る。そこでケネスは、少なくともブライトに息子の処刑をさせることだけは避けようとした。それは、勝者の慈悲というより、人間としての最後の線だった。ケネスは、ハサウェイを救えなかった。彼は連邦軍人としてマフティーを撃たなければならなかった。しかし、父に息子を殺させるという最悪の悲劇だけは避けようとした。第14章、ブライト、ノアの名前。ハサウェイの処刑はそこで終わらなかった。その後、ハサウェイの正体は公表される。そして、ブライト、ノアが息子の処刑に関わったかのような形で、情報は利用される。これは、マフティー動乱の中でも、最も冷酷な結末の一つである。ブライト、ノアは、連邦のために戦い続けた男だった。一年戦争で、少年たちを率い、いくつもの戦乱を生き延び、常に現場で責任を背負ってきた。その息子は、連邦に反逆した。そして、連邦に処刑された。それだけでも、悲劇である。だが連邦は、さらにブライトの名を利用した。英雄の名を使い、反乱者を処理した事実を、政治的に整える。都合の悪い真実を、都合の良い物語に変える。ここに、宇宙世紀の連邦政府という、巨大機構の冷たさがある。連邦は、ブライトを必要とした。だが、ブライトを守りはしなかった。連邦はハサウェイを殺した。そして、その父の名誉までも傷つけた。これは、単なる親子の悲劇ではない。連邦に尽くしたものでさえ、最後には、体制の都合で使われるという事実である。ブライト、ノアの人生は、宇宙世紀の戦争と共にあった。その最後に残されたものが、息子の死と、政治に汚された名であったことは、あまりにも重い。第15章、マフティー動乱とは何だったのか。マフティー動乱は、しばしばテロ事件として語られる。それは間違いではない。マフティーは暗殺を行った。市街地を戦場にした。民間人を巻き込んだ。
その手段は正当化できるものではない。だが、それだけでこの事件を理解することもできない。マフティー・ドーランは、ラプラスの箱が開いた後の世界で起きた。つまり、人類に別の未来があり得たことが示されたにもかかわらず、何も変わらなかった時代に起きた。地球は特権階級に独占されていた。宇宙移民の不満は放置された。マンハンターは人を買った。連邦政府は腐敗しながら生き延び続けた。その中で、ハサウェイ・ノアはマフティーになった。彼は正しかったのか、おそらく彼の手段は誤っていた。暴力で始まった改革は、暴力によって終わる。暗殺によって築かれた正義は、恐怖を土台にするしかない。だが、彼の怒りまで誤りだったと言い切ることはできない。世界は確かに歪んでいた。連邦は変わらなかった。地球は閉じられた。そして、合法的な道はほとんど機能していなかった。だからこそ、この事件は苦い。マフティー・ドーランは、正義と悪の単純な戦いではない。腐敗した体制に対する正しい怒りが、誤った手段へ流れ込んでいく過程である。そして体制は、その反乱を処刑することで、自らの延命に成功する。ハサウェイは、連邦を倒せなかった。マフティーは、世界を変えられなかった。ラプラスの箱が示した希望は、制度の中で薄められた。アムロが信じた人の可能性も、シャアが抱いた地球への怒りも、ハサウェイの中で一つの答えにはならなかった。残ったのは、若者の処刑と父の名誉を利用した国家の冷たい勝利だった。終章。世界はまだ変わらなかった。後世から見れば、マフティー・ドーランは、一つの敗北として記録される。反連邦運動の敗北、ハサウェイ、ノアの敗北、ブライト、ノアの家族の敗北、そして何より、宇宙世紀がまだ自らの矛盾を解決できなかったことの証明である。ラプラスの箱は開いた。だが、世界は変わらなかった。シャアは地球を人類から引き剥がそうとした。だが、人類は変わらなかった。アムロは人の可能性を信じた。だが、その可能性は、制度に届かなかった。その失望の果てに、ハサウェイ・ノアは銃を取った。そして、銃で始めた改革は、銃によって終わらされた。マフティー・ドーランとは、ブライトの息子がテロリストになった事件ではない。それは、希望が示された後にも、なお世界が変わらなかった時、次の世代が何を選んでしまうのかを示した事件である。ハサウェイは英雄ではなかった。だが、ただの犯罪者でもなかった。彼は変わらない世界に耐えられなかった青年だった。そして、その青年を処刑することでしか、秩序を保てなかった連邦もまた、すでに未来を失っていた。宇宙世紀105年、マフティー・ドーラン。それは、ラプラスの箱が開いた後もなお、人類が何も救われていなかったことを告げる、静かで残酷な歴史であった。チャンネル登録、高評価お願いします。